どうもこんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は来ましたね。空圧 vs 電動ということで、工場ね、働いてる方であれば、プシューとプシューっていう音ね、よく聞かれると思いますが、工場でこの空圧と電動を使うかっていう戦いが今巻き起こっておりまして、この戦いをですね、この動画で決着をさせていただこうと思っておりまして、OGN さんからスポンサードをいただいております。こちらですね、iCAD 特化のメカ設計ということで、その iCAD でご設計いただければです、デンソーとかトヨタもトヨタケイラム使ってますよね。それであればデジタルツインを代替して作ってですね、それで仮想空間での制御のデバッグですとか、2D レスで実機制作なども請け負ってくれるそうなので、愛知県にあるということで僕も長くて住んでますけども、もうさすが自動車がある愛知でございまして、そういったね、最新の設計もやってくれるということでございますので、概要欄からチェックいただきたいと思います。ついに来た空圧関連ということで、工場設備の FA 関連は本当に多く取り上げさせていただいております。どういったメーカーとコラボレーションしてきたかということでございますが、例えばロボットですよね。デンソーウェーブとか、テックマンロボットなんかはですね、台湾にお邪魔して取材してきましたし、コスメックさんですよね。ロボットチャックチェンジャーですよね。部材に関しては、そうです。僕の出身のミスミーですとか、THK ですね、リニアガイドの工場にもお邪魔させていただいていると。搬送はですね、大倉輸送機とか、YMG とか工場の制御であれば、そう皆さん大好き三菱電機とかベックオートメーションとか日立パナソニック、もういろんな大企業を含めてコラボレーションしてきました。装置設計者が待ちに待った空圧機器といっていいと思います。空圧対電動の戦いが今巻き起こってるわけですね。その戦いの原因はですね、この世界潮流にございますと。工場の CO2 の排出量の低減がもうこれ前提になっていると。もう CO2 減らして当たり前だぞということでございます。このようにこれエネルギー庁から引用しておりますが、どこで CO2 二酸化炭素をボーボー出してるか。一つはそうです、発電でございますね。例えば石油とか石炭、そして天然ガスと言われるですね LNG をですねボーボー燃やして、この三菱重工とか日立とかですね東芝で作ってるガスタービンを回しですね発電をしてるわけでございますので、ここでものすごく CO2 が出てる。そして2番目に多いのがそうなんです、工場なんですね。産業ということで工場を含めての産業でございまして、その工場も CO2 をたくさん出す一翼を担っていると。コンプレッサーですよ。工場っていうのは絶対的にコンプレッサーが必要で、僕も工場をね立ち上げたいと思ってるんで、コンプレッサーの見積もりを取ってるんですけども、高いと。高いだけではなくてですね、空気をずっと送り出しておりまして、モーターが延々と回ってますので、ここでかなり電気を消費すると。工場のですね、15% から 30%、多い工場だと 35% 程度も消費していると言われております。そしてそのコンプレッサーにつながるのがエア機器なんですね。ということで、このエア機器を減らしていこうじゃないかと、そういうような流れが今出来上がっていると。まさにアンチ空圧機器の流れがもうだんだん出来上がってきていると。ここで勢いづいたのが、皆さんご存知でしょう、 IAI でございますと。静岡の三角の近くに、スター精密の近くにありますけども、俺たちの出番来たって。ちなみに IAI の社長と SUS ですね、グリーンフレームなんか皆さんね使ったことあると思いますが、あそこの社長さん兄弟なんですね。なんでロゴもちょっと似てると。話戻しましてですね、俺たちの出番来たということでイケイケの投資を発表しております。なんとですね、これですよ、250億円ですよ。売上345億円の企業が250億円でございますので、7割から8割ぐらい投資を断行すると。電動アクチュエーターであれば IA だろ、オラ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 と、そういう感じでございまして、20年比で25年規模ですね、 1.6 倍ぐらいの市場になるんじゃないかなと。もうまさにノリに乗ってらっしゃるわけでございます。じゃあなぜ IAI がノリに乗ってるか。2025年には20年比較でですね 1.6 倍も成長するかというと、もう工場の CO2 低減は必要不可欠になっております。経済産業省とかエネルギー庁が出しているスコープ123でも走り出してしまってるんですね。国もここにめちゃめちゃ乗っかってると、こんな感じで出てますね。これ経産省の資料だったかと思いますが、射出成形機を例にとって話すんですが、原材料を化学プラントなんかで作るわけですね。でこれ輸送する時もこれ CO2 出てるわけです。工場に入ります。そしてこの工場で動かす装置に電気を送らないといけないので、この電気を送る時も CO2 出してるし、さらにこういった射出成形機を動かす時ですね、その時にも CO2 がバンバン出てると。なのでこういう射出成形機品もですね、グリーン樹脂で部位によって CO2、要するに作る時のエネルギーを低減してですね、車に乗っかる部品の CO2 を低減するみたいな動きも出てきてるわけですね。そして搭載して完成し、それだけではないんですよ。これで終わりではないと。さらに使用して破棄する
る時の CO2 量も全て表出しして低減しなければならないと、このようにサプライチェーン全体で表出しをして排出量の把握管理が求められてるわけですね。もう国がやれと、製造工程でも CO2 低減が求められている。じゃあ大手の動きどうなんだって気になると思いますが、もう前のめりで対応していると。具体的な事例が少しずつ増えてきていますね。例えば日産でございますが、1台あたりの CO2 排出量を表出しして30% ぐらいですね、過去の自動車と比較すると CO2 出さないようになってますよ。具体的に何してるかっていうと、ネジ締める時にですね、ドライバーが必要になるわけですけども、ドライバーを空圧だったのをもう全て電動化にしたりですとか、あとは例えば焼き入れする時に炎をボーボー焚くわけじゃなくて電磁誘導で加熱してですね CO2 を低減するみたいな、そういったことをやってるわけですね。火を使う工程や空圧と高エネルギー工程をゼロへしていくと。工場も電動化へ舵を切ってるわけですね。トヨタグループのアイシンもですね、電動化の波で E アクセルラインを引いてるわけでございますが、ロボットを多能工化してその一つの工程じゃなくて複数の工程で使うことでこの CO2 排出量を下げたり、太陽光パネルを設置してエコな電気を使っていくと。 CO2 排出ゼロラインを構築してしまったと。工場における消費電力低減の推進力は非常に力強いと言っていいと思います。海外も同じように CO2 封じ込めに躍起になっているということで、僕ですね、ハノーファに行ってきたじゃないですか。でハノーファでも CO2 低減の展示がですねいくつか見られました。例えば水素エンジンの展示でございますね。この水素エンジンというものはグリーンエネルギーが余ったら、例えば風力ですとか太陽光で発電したエネルギーが余った時に、この余ったエネルギーで水素を作ればですね、これは CO2 ゼロになるわけですね。その水素でエンジンを浮かせば CO2 を大幅に低減できるじゃないかと。このグリーンフレームですよ。グリーン鉄鋼ということで水素を使って鉄鋼を作る時に還元をすると。 CO2 は驚異の 95% も削減できるぜ。 BMW が今後これを採用していくという展示もございましたね。グリーン水素であれば、先ほどお伝えしたようにグリーンなエネルギーで作った水素であれば大幅な削減を期待可能であると。ソフトウェアでも SAP がですねこのように CO2 見える化ですね、先ほどのスコープ1、2、3全て表出しできるようなソリューションも展示していたと。とにかく CO2 を目の敵にしてですねボコボコにしてやろうと、そういうビジネスが渦巻いているわけでございます。工場のエネルギー低下は絶対に進んでいくだろうっていうことがこのハノーファからも見えますし、日本の動きからも見えると。この戦いに割って入る空圧機械メーカーがございます。そうなんです。皆さん大好き CKD でございます。青いところはじゃないですね、緑ですね。ありがとうございます。CKD でございます。なんと今日ですね、実は僕の目の前に CKD のご担当が3名もいらっしゃるということで、 CKD のご担当の前でプレゼンをさせていただいていると。CKD ですね、空圧機械メーカーだと皆さんね思うわけですよ。工場で働いてるけど、実はもっと他にもいろいろやってて結構面白い会社なんですね。じゃあ何やってるんだっていうことでございますが、 CKD を知らないっていうことであれば、本当に製造業の現場であなた働いてますか、 CKD 知らないとか絶対潜りでしょ、クイックイっていうわけですね。ということで言わずと知れた空圧機械メーカーでございますね。 SMC に次ぐ空圧機械メーカーと。SMC は強いわ。もう2番手でございます。2番手でも CKD はかなりシェア持ってるわけですね。その他にもこの SPI というですね、この SMT のラインですよ。必要不可欠になってまして、特に車載なんかはそうでございまして、PCB があるんですね。PCB の上に IC とかセラミックコンデンサーが実装されてるわけですけども、単純にこれ実装できないんですよ。ハンダクリームを PCB に印刷して、そのハンダクリームの上に IC とかセラミックコンデンサーとか抵抗を置いていくわけですね。インダクター含めてですね。でこのハンダがしっかり乗ってないと、この SMT っていうのは部品をうまく乗せたとしても基板にくっつけることができないんです。ハンダを検査する装置を作ってるのがCKD でございます。なんと SPI では日本ナンバーワンシェアを誇っております。日本の7割から6割ぐらいは僕もパナソニックにおりましたので、 CKD のシェアで日本で SMT を売るということではもう CKD 以外も考えられんということで、こう読んではないです。もう CKD でございます。そしてこれだけはございます。電池です。今盛り上がってるじゃないですか。こういうねロールトゥーロールするような機械ですよ。こういう風にこれちょっと写真では分かりにくいんですけども、 CKD さんの小牧の本社にお邪魔した時ですね、このロールトゥーロールで作ったものを展示してあったんですけども、めちゃくちゃ綺麗に巻かれてるわけです。電池のロールトゥーロール装置では高品な装置を
手掛けてると、巻き方が目でわかるほどですね、これ綺麗でございまして、驚きました。あ、こんな差が出るんだということで、半導体製造装置関連の対薬液バルブを手掛けるということで、もういろんなニッチトップを実は CKD というものは保有してます。さらにですね、小牧の本社に行くとですね、保育園もあるわけですね。隣にあると一番驚きましたね。会社内にあるということで、なんて働きやすい企業だ。空圧機械2番手でございますが CKD ですね。1番手ではないんですけども、2番手の戦略がございます。それ皆さん何だと思いますか？空圧対電動ですよ。 IAI が攻めてくると。空圧メーカーじゃないですか CKD ね。この電動の波に乗るのか乗らないのかっていうところでございますと。どんな戦略？そうなんです。いいとこ取りでございます。いいところを取って設計者に最適なソリューションをお届けすると。プラス CKD の戦い方があるわけですね。空圧だけでは不十分という電動化に走ってる人もいるわけですよね。一方ですね、電動化だけでも現場要求を叶えられないと。そういったですね、切実な思いが設計者にはあるわけですね。もう電動化言われてますけど、本当にこれ正義なんでしょうか？ CKD であればですね、こういったエアシリンダー、そしてほぼコンパチである電動アクチュエーター両方持ってるわけですね。実は今日サンプルがございまして、これですよ。2つラインナップ持ってると。電動化もやってるわけですね。CKD は電動アクチュエーターも空圧アクチュエーターを持ってる。だからぶっちゃけることができると。電動化だけで本当にいいの？そもそも構成価格が電動化だけだと高くなりますね。なかなか装置費用も下げないといけないな。設置スペースが必要なわけですよ。モーターが入ってるわけですから、モーターのスペースを確保しないといけないと。プログラムが必要ですよね。モーターですから、モーターを動かすサーボですね。一方の空圧はですね、オンオフだけでいいわけですね。制御が楽に構築できると。設計工数が多くなるわけですね。要するにプログラムが必要になるわけですから、制御工数が必要になってくると。トラブルが起きやすいということで、空圧よりも構造が複雑なので、メンテナンス回数が増えたりするわけですね。作って終わりじゃなくて、実際の現場では止めたくないわけですよ。底定が多いと、これはまた困るわけでございますし、これが土下定になったりするとさらに困ると。対環境性能ですよ。例えば防塵防爆みたいなところですよ。空圧であればそのままいけるわけですけど、電動であれば精密機械ですからすぐ入れることできないと。やっぱり空圧でいいかっていうのが設計者ですね。こういったことを思っちゃう。これが起こってしまうと。ということで、様々な要素が設計には込められてるんです。いろんなことを設計者っていうのは考えられてるんです。なので皆さん、高機部に対して敬意を持ってあげてください。生産技術部ですね。これでもう太郎いいねですわ。いいねですね。だからこそ空圧2番手の戦略があるわけですよ。もうね、名前は出してませんけど、電動機メーカーだともう電動ゴリ押しです。そして空圧機メーカーだともう空圧ってなりますけども、 CKD はいいとこ取りでございますと。空圧と電動のベストミックスを提示させていただくと。実際の現場だと実際どうなるんですかってことですよ。これを数字で出していきましょう。で、このような電動のみの構成ですよ。はい電動、はい電動、はい電動ね、チャックとかシリンダー、電動ですよ。一方で電動&空圧のベストミックスですよ。ここは変わらず、しかしこういったものは空圧と。はい、まずサイクルタイムでございます。これは 8.0 秒でございます。一方いいとこ取りですから、はい、7.1 秒と。いっぱい作った方が量産効果出ますからね。装置の値段がどうなるかですよ。971円と549円ですね。例えばこのようなシリンダーもですね、電動になってしまうと約倍ぐらい、こっち電動ですけど差が出てしまうと。ということは装置構成費用がですね、作るワークに乗っかっていくわけですから、ワークの価格が高くならざるを得ないわけですね。 CO2 です。これはやっぱり電動に軍配が上がるわけですね。得票率です。電動だけで作ったものと空圧電動ベストミックスを展示会でボンと置いて、あなたが設計者であればどっちを選びますか？展示会場に来てる人ですから忖度ないですよね。どうなったか。まず電動のみの構成でございます。ドララララダン59票でございます。じゃあベストミックスどうなったか。182票でございます。ジレンマがあるわけですね、設計者の。まだまだ電動だけには頼れないリアルな現場がそこにあるわけでございます。空圧でも電動でもいけたらいいのになって、それを叶えたのが CKD でございますと。実際にありますけど、こういったこの空圧のハンドチャック、電動のハンドチャックですよ。ここの部分ですね。ここモーターがついてる部分ですよ。モーター部分で使用スペースが増すのは当たり前だったんです。今までは当たり前だった。ロボデックテーブルタイプでございます。これですよ。見てください。この穴位置です。すべてコンパチになっております。そして大きさです。同じなんですよ。ほら、ぴったりんこ。
さらに空圧であれば配管部品が必要ですが、そこを出てるわけですけども、 CKD であればモーターを全て内蔵してますから、設計上さらにコンパクトになって使いやすくなってると。このロータリータイプございます。これも実はモーターを内蔵してると。コンパチでさらにモーター内蔵で小さくなってるわけですね。今 IAI の人がおののいてるかもしれませんね。グリッパータイプでございます。モーターをこれも内蔵してると。ここにコントロールが入ってるわけですよ。三軸の直行ロボットの先端につけれるわけですよ。設計変更をしなくてもメカ設計の方は採用いただけると。こんな感じで競合であればここにボコボコ出てたものがですね、なくなると。スペース確保が容易であるから、電動でも設備設計を大きく変えなくていいわけですね。エアタイプと寸法互換があるわけですわ。これ見てください。さっきはテーブルタイプでございましたが、このチャック、例えばグリッパですよ。モーター出てますけど、これ見てください。穴位置が全て同じでしょ。ということは今まで空圧で作ってた図面をそのまま電動として使うことができるわけです。わざわざCADを引かなくていいと。端力、過半力、トルクは空圧と引けを取らないわけですよ。競合にはないほぼコンパチでいけるが CKD であれば可能でございます。CKD はこれだけじゃございませんと。ただの空圧屋と思っちゃいけないぜ。SPI あったじゃないですか。SPI あったでしょ。このようにハンダね、印刷するわけでございますが、これ何がすごいかっていうと、世界最強のハンダ検査装置になっておりまして、PCB にはですね、ハンダが数千点載ってるわけですね。持ってあるわけですよ。マスクから抜くわけでございますが、その数千点をなんとビジョンでピシャ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 ッつって10秒程度で検査できるわけですね。つまりビジョンとこのビジョンを操る制御、そのソフトウェアも構築できる企業でございますと。その DNA をですね、現場内図しました。どういったことかというと、ね、製造現場があると。で、検査工程があるじゃないですか。その検査工程に対してカメラとビジョンと PC、そしてファシリアという USB、しかも98,000円。これをぶっ刺すだけで検査工程も制御の人がいなくても構築できちゃうと。ね、今動画流れてるかもしれませんが、ドラッグ&ドロップで検査を構築できちゃうわけですね。プログラムを書く必要がございません。検査構築超簡単でございます。この検査っていうのはね、他の動画に上げてるんですけども、非常に忍耐を使うわけですね。すごい自動化したい要望が今現場で渦巻いております。PC1 台で電動と空圧の両頭制御、同じようにプログラミングレスですね、エクシアスタジオというものがございます。さっきドロッグ&ドロップあったじゃないですか。これで空圧、電動、さらにビジョンも一括で構築できちゃうと。製造現場に制御担当がいなくても自動化ができる。さらにお値段98,000円です。資産になりませんから、僕も経営してるんで資産になるとですね、大変なんですよ。その年の経費にできないわけです。しかしこのエクシアスタジオであれば10万円切りますから、リーダーの決済権で買えるし、資産計上が必要ございません。ほんまかいなと皆さん思うじゃないですか。本当にこれだけで PLC なしですよ。空圧もそして電動も制御できるのかって思うわけじゃないですか。ということで本日 CKD さんが来社されておりますと。デモですわと。どうぞ皆さんこちらに来てください。おっさん3人でございますが、ちょっと映らないかもしれないですね。ちょっと村井さんが映ってませんけども、でも行ってみましょう。お願いします。はい、お願いします。装置をご準備いただきましたので、今から構成をまず説明させていただきたいと思います。まずはこちらです。お伝えしたようにですね、エクシアスタジオですね、ライセンスキーが刺さっております。この PC は、サラリーマンがよく使うですね、仕事用の PC で十分事足ります。で、こちら USB ですね。全部で1本、2本、3本、4本、5本ですね。こちらに USB が来てますね。1、2、3、4、そしてビジョン。これ5本目ですね。このコントローラーで何を制御しているかというと、まずはこのスライドですね。横に走ります。縦の方にも修動します。そして、このワークがあるんですけども、このワークをチャックするためですね。このワークが最終的に反転しますから、このターンテーブルをコントローラーで制御しています。こちらのワークなんですが、CKD、そして CKB ですね。もちろん CKD が OK 判定になりますので、ファシリアで果たして認識できるのか。OK であれば、こっちの緑に行きますし、NG であれば、こちらの赤い方に行きますと。手動で動かしてみましょう。スイッチオン！はい。まず OK ですね。CKD 読み込みましたと。で、戻します。で、ターンテーブルで回ります。で、もう一回行きます。スイッチオン！今度は NG ですね。CKB ですから。しっ
かりこの PC1 台で全て制御できる。PC 画面が切り替わってると思います。まあこれがクシアスタジオの画面でございますが、ファシリはですね、一緒の98,000円の画面ですね。これで OKNG 判定をしていますし、なんとですね、トレサビも取れるということで、この OKNG の履歴を Excel に残すことも可能なんですね。これをエクシアスタジオ98,000で全て制御できてると。素晴らしいでしょ。ただ、こんな感じの大規模設備だと、複雑だから分かりにくいよっていう担当者もいらっしゃると思いますので、今日は特別にですね、こちら、コンパクトバージョンを準備していただいてます。一軸になってますので、実際の PC で制御できるのか今からやってみたいと思います。ということで今から僕一人でこのスモールパッケージですね、このシリンダーを動かすと。電動シリンダーですね。これ動けば僕の勝利。まずはこれを右側に移すだけです。で、この個体番号を入れますと。減点復帰です。入れちゃえ。で、個体名を入れると。で、さらに、減点復帰完了まで待機する。じゃあ、この電動シリンダーをどれだけ動かすんだっていうことになりますが、それもですね、もう、プログラミングを作る必要なくですね、ここにありますから入れてあげると。で、個体名を入れて、じゃあ、シリンダーをどの位置に移動するんだと。まあ、この位置から45まで移動すると。45ストローク。そして移動完了まで待機するをクリック。さらにシリンダーが出ましたらそれを押し込めないといけませんので、この押し込む戻りのシリンダーの動きをここで入れると。で、これですね、速度も入れられますので、まあ最初はしっかりグッて伸ばしたいっていうことであれば、速度が今30ミリパーセコンドになってますので、これを90ミリパーセコンドにして、戻りを遅くしたいと思いますので、20ミリパーセコンドにしたいと思います。これは繰り返すこともできまして、この左のタグにですね、繰り返しというものがあります。で、これを繰り返しのものをここに入れ込み、さらにここの繰り返しのここにどのアクションを繰り返すのかを、これ入れると。で、これ10回だとちょっと動画的に多いと思いますので、これを3にすると。3入れました。はい、全部整いました。多分整いました。これ動けば勝利です。3回押し出して引いて、押し出して引いてを3回繰り返せば僕の勝ちでございます。いきます。3、2、1、動けスイッチオン !1、2、3、終了大勝利大勝利皆さん拍手これ1回しか教わってないですから僕。ジムのおばちゃんでもできますわこれ。簡単。超簡単。これを極めていけば、大きいものも動かせるようになりますので、先ほどのね、ぜひ、98,000ですから、ご検討いただいてもいいんじゃないでしょうか。はい、現場からは以上です。ということで、いかがでしたでしょうか。本当に、エクシアスタジオで全部制御できたわけじゃないです。素晴らしいでしょう。これはもう現場の生産技術の人ですよ。買ったと。ポチってください。ポチってください。もう概要欄に貼っておきますから。いかがでしたでしょうか。まとめです。MTM でございます。CKD は電動化だけじゃないと。電動化だけじゃないと。設計者に適した最適な提案ということで、電動も空圧もコンパチで設計が可能ですよ。忖度ありませんと。営業担当に聞いていただければ両方提示できますと。両方持ってますから。検査自動化もありましたね。98,000で構築すると。実は CKD はビジョンを扱うプロでございますと。それを誰でも扱いやすいようにしましたと。PC1 台で自動化ができると。それだけじゃございませんよ。空圧も電気もそしてビジョンも IO で制御できます。しかもプログラミングいりませんと。ということで空圧 VS 電動の戦いは CKD が終わらせましたと。いかがでしょうか。なるほどと。はい。皆様、コメントお待ちしております。ということで、CKD 空圧と電動の両党使いでございます。以上でございました。皆様、お疲れ様でございました。一言言えばですね、実は CKD にはですね、私の幼馴染のお兄様ですね、剛くんが働いていらっしゃいます。多分現場の方ですね。前、尾張旭の市民プールに行きまして、剛くんから声をかけていただきましてですね、これ本名言っちゃまずいな。〇〇と言われてですね、なんかお前ものづくり太郎でみんな知ってるんだけどっていうことを言われまして、剛くんCKD に今いるのっていうことで盛り上がりましてですね。まあ幼馴染お兄様がいらっしゃることでもう一生懸命使わさせていただきましたという感じでございます。このようにですね、今回は空圧でしたね。工場自動化 FA 関連でございましたが、その他にも工作機械ですとか、セミコンですね。半導体もやってます。さらに自動車関連ですとか、あ
例えばねハノーファに行ってその特集をさせていただくと、もう製造業に関連するありとあらゆることを発信しております。製造業に関連があるお仕事の方ですね。そして製造業ものづくりが好きな方はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そしてもうこれはもう正義の人も好奇心の人もいいねしかつかないと思うんですけども、刺激があればいいねマークを押してやってくださいということで、最後になりますが次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。今回はパナソニックエナジーさんのスポンサー動画でございます。パナソニックですね、EV で今増産しても電池が足りないということで非常に高稼働になっております。そのパナソニックエナジーさんでございますが、設備設計者、そして設備の保全担当者を大募集しております。ぜひね、高稼働のパナソニックで働きたいという方は概要欄から応募お願いいたします。次回はですね、自動車製造工程になってます。皆さん自動車のことでいろいろツイッターで議論とかしてるじゃないですか。でも製造工程知らないでしょね、企画から始まるんですよ。世の中に、ね、アルベルが今最近出ましたけども、あのデザインっていうのは4年前に決まってるわけですよ。じゃあ企画から生産のラインオフまでどういった工程があるのかっていうのをここで解説をさせていただきたいと思いますと。ということでこちらもね、自動車関連のお客様多いでしょうから、視聴者多いでしょうから、ぜひご視聴いただければ幸いでございます。ということで CKD ですね、以上となります。ありがとうございました。次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。吉川ちゃんの一言。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。 CKD は電動と空圧のいいとこ取りで設計者に最適な提案をすることが可能ですので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。コメントといいねマークもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。